京都大学大学院生命科学研究科ナノ生態科学分野の原田です。今日は我々が行っている研究について紹介させていただきます。すべての生物は動くことができます。動物はもちろんのこと、一見じっとしているように見える植物も、その細胞の中を顕微鏡で観察すると、様々な粒子が活発に動いているのが見えます。このような細胞内の物質輸送や筋肉の収縮など、生体内の運動を担っているのはすべてタンパク質分子です。それらのタンパク質分子は動物の場合は食べ物から、植物の場合は光合成によって得た化学エネルギーを運動という力学エネルギーに変換しているタンパク質分子でできた分子モーターです。私はこのタンパク質分子モーターがどのような分子メカニズムで機能しているのかを明らかにしたいと思って研究を始めました。筋肉はミオシンというタンパク質からできた繊維とアクチンというタンパク質からできた繊維がエネルギー源であるアデノシン三リン酸 ATP を加水分解して得たエネルギーを使って互いに滑り合うことで収縮します。我々はまずこの筋収縮、すなわち繊維の滑り運動を顕微鏡下で観察する方法を開発することにしました。アクチン繊維は太さがわずか7ナノメートルしかありません。そのため顕微鏡で直接観察することはできません。しかし長さが数マイクロメートルのアクチン繊維はアクチン分子が数千個重合しているので、アクチン分子1個ずつに蛍光色素分子をつけることで1本のアクチン繊維を蛍光顕微鏡で観察することができるようになります。この技術は30年前に開発されました。もう一つのタンパク質であるミオシン分子をガラス基板表面上に固定します。そこに蛍光標識したアクチン繊維をエネルギー源である ATP とともに加えて蛍光顕微鏡で観察します。するとアクチン繊維がガラス表面上のミオシン分子に沿って滑り運動する様子が観察できました。滑り運動の速度はおよそ毎秒10マイクロメートルで、同じ条件での筋肉の短縮速度と同じでした。このように筋肉の収縮を生成したタンパク質で再現することができました。筋肉のミオシン分子はこのように2つ頭の構造をしていますが、この運動再構成システムを用いて滑り運動を起こすためにはミオシン分子の相当構造は必須ではないことが分かりました。また、数個のミオシン分子と40ナノメートルのアクチン繊維の構造単位で最大速度の滑り運動が可能であることを明らかにしました。この運動再構成モデルによるモータータンパク質の運動圧制は25年ほど前に確立された技術ですが、誰でも比較的簡単に行うことができるので、現在でも世界中の多くの研究者が使っています。このように少し分子メカニズムに迫ることはできたのですが、分子が働く仕組みを知るためには、やはり一分子が機能している様子を直接見ることが近道であると考え、1個のタンパク質分子を直接観察する方法を開発することにしました。試行錯誤の結果、蛍光色素一分子を観察できる蛍光顕微鏡を開発し、目的のタンパク質分子を蛍光色素で標識して観察するのが一番良い方法であろうという結論に達しました。しかし、市販の蛍光顕微鏡そのままでは蛍光色素一分子を観察することができません。なぜなら、1個の蛍光色素分子から出てくる光よりも、周りの不要なものが発するバックグラウンドの光の方が大きいからです。例えれば、昼間空を見ても星が見えないのと同じです。そこで最適な冷気波長、蛍光波長の蛍光色素を使い、対物レンズ、ミラー、フィルター、カバーガラスなどを一つずつ慎重に選び、できる限りバックグラウンドを減らすことにしました。さらに、光をガラスと水の境界面で全反射させたときに、ガラス表面近傍に発生するエバネッセント光を利用する局所照明法を顕微鏡システムに組み込むことで、バックグラウンドを劇的に減少させ、水溶液中の蛍光色素一分子を実時間イメージングすることに成功しました。
この方法を用いることで、タンパク質分子だけでなく、蛍光色素で標識したすべての分子を一分子イメージングすることができます。例えば、筋収縮のエネルギー源である ATP 分子に蛍光色素を結合させることで、ガラス基板状に固定したミオシン1分子が個々の ATP 分子を加水分解する様子、すなわち1分子の化学反応をイメージングすることができました。溶液中でブラウン運動をしている ATP 分子は起点として観察されませんが、ATP 分子がミオシン分子に結合すると、ATP 分子の動きが止まり、ミオシン分子が明るい点として観察されます。ミオシンが ATP を加水分解して、その反応生成物である ADP を乖離すると、再びミオシンの明るい点が消えます。このように光の点滅が個々の ATP 分解反応に対応します。さらに我々はこの方法を用いて神経軸索内で物質輸送を担っているモータータンパク質であるキネシン1分子の滑り運動を観察しました。キネシン分子は微小管というタンパク質でできた管に沿って運動します。まず微小管を赤い色の蛍光を発する色素で標識して場所を確認しておきます。そこに緑色の蛍光を発する色素を結合させたキネシン分子をエネルギー源の ATP と一緒に加えます。すると白い点がゆっくり微小管に沿って動く様子が観察できました。これは一分子のタンパク質が機能している様子を直接観察した世界初の実験です。このようなイメージングの技術とともに分子を捕まえたり動かしたり力を加えたりしたときに分子がどのような応答をするかを調べる方法もタンパク質分子の研究にとても役に立ちます。光ピンセットという方法を使うことで直径1マイクロメートル程度のプラスチック製のビーズを水溶液中で補足することができます。レーザー光を就光すると光が及ぼす力によってビーズがその焦点位置にとらわれてしまう現象を利用したものです。光ピンセットで補足したビーズの中心と光ピンセットの中心の距離からビーズにかかっている力を求めることができます。DNA の両端にビオチンという化合物を結合させておき、プラスチックビーズにはビオチンと結合するアビジンというタンパク質をつけておくことで、光ピンセットを使って DNA を捕まえることができます。これは実際に蛍光色素をつけて光らせた DNA を蛍光顕微鏡で観察しながら光ピンセットで捕まえて引き伸ばしているビデオ画像です。ここで紹介した実験はこちらにあるような顕微鏡システムを使って行うことができます。一分子イメージング技術や一分子操作技術を使ってこれまでに RNA ポリメラーゼ分子が DNA を転写して RNA を合成する様子やミオシン分子がアクチン繊維に沿って動く様子が観察され、一分子の RNA ポリメラーゼやミオシン分子が発生することができる力の大きさも測定されました。これらの技術はもともとモータータンパク質分子の研究のために開発された技術ですが、様々な生体分子の一分子レベルの機能を調べる研究に応用することができます。現在は細胞の中で個々の分子の動きを観察する実験が行われ始めました。近い将来、細胞内の複数の分子を同時に一分子観察し、生理的条件下でそれらの分子が働く仕組みが明らかになることでしょう。